皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は2代目セリカのインテリア完成まで。早速まずはボディのカットからいきます。使用しているツールは超音波カッターのマジカッター。このマジカッターは軽量で取り回しもよく、プラモの時間ではスタメンツール。今までは筋彫りツールを使ってカットしていましたが、これに変えてからは時間もかからずサクサクカットすることができています。今回開閉する箇所は両ドアとサンルーフとリアハッチですので、そちらをカット。切断部はあまり時間をかけてカットすると溶けたような切り口になりますので、ささっとやっちゃいます。続いてはカットした部分にいろいろやっていきます。まずはカットしたパーツ一つ一つの切り口が荒れているので、ペーパーヤスリで320番から1500番まで削り滑らかにします。続いては受けパーツの製作。カットしたパーツは当然そのままではパーツが固定できませんので、受けを 0.5mm のプラ板で作っていきます。マステをそれぞれの部分に貼り付け、マジックでなぞり型を取ったら、そのマステをプラ板に貼り付けハサミでカット。 R がついている部分は指でしごき形に合わせていきました。次にそのプラ板を接着剤で取り付けていきます。両側は内張りパーツが干渉しないようにデザインナイフやペーパーヤスリで調整。ハッチ部分はテールの上部にプラ板とプラ材を仕込み、なるべく実写のラケッチスペースとなるように形を作ったら、瞬間接着剤を流し込み、アルテコのプライマーで効果促進。接着剤が固まったらペーパーヤスリでならし滑らかにしておきます。次に開閉パーツを作っていきます。両ドアがしっかり開くようにするためのパーツです。このパーツを作るのに使用した部材は内径 1mm のアルミパイプと 0.8mm の真鍮線です。まずはアルミパイプと真鍮線を適当な長さでカット。カットしたパイプは先端が潰れてしまうので、プライヤーなどで挟み込み形を丸く整え、真鍮線が通るようにします。そしたらパイプに真鍮線を通し L 字に曲げます。次に L 字になった部分の根元を支点にし U 字に曲げます。最後は U 字になった真鍮線とパイプが平行になる部分を支点にし L 字に曲げ完了。このパーツをエポキシパテを使い、ドアの内側先端部分に取り付けます。ドアの内側はフェンダーに干渉する恐れがあるので、あらかじめ削り込んでおくのがベストでしょう。続いてはドアがボディに対ししっかり閉まるように磁石を取り付けるためのスペースを作っていきます。ボディとシャシーを合体し、あらかじめ 4mm の寸法を取った上で、内張りボディ側ともにマジカッターで 1mm×4mm ほどでカット。カットした部分はダイソーのダイヤモンドヤスリで鳴らしたら完成です。この部分には配給パーツの 1×4mm のネオジム磁石をドア取り付け時に接着していきます。これで塗装の準備が整いましたので、改めて下地塗料を塗装です。ボディカラーはブラックにする予定ですので、下地にはエボブラックを塗装し、傷などの有無を確かめた上でボディの本塗装に進みます。次にボディ塗装です。2代目セリカの前期型に用意されていたカラーはガムホワイトやホットレッドなどの他にジムグリーンなどの鮮やかなカラーなど全部で10色が用意されていたようです。この中から今回はブラックメタリックをチョイス。ブラメタとありますが、古い車なのであまりギラギラさせたくなく、メタリック要素はなしでプレーンなブラックとゴールドのストライプで仕上げていきたいと思います。まずはゴールドのストライプとして
クレオスのスーパーリッチゴールドを吹き付け、1mm のマステでストライプ部分をマスクし、ブラックを吹き付けました。ブラックはウィノーブラックをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行います。ボディ塗装の工程としては3つの工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。続いてはエアブラシを使ったパーツの塗り分けです。まずはブラック系から、シャシーや下回りパーツ、バンパーやメタリック塗装を行うパーツの下地としてガイアノーツのエボブラックを塗装です。足回りパーツのアーム類はツヤありのブラックを塗装し、各パーツのコントラストをつけます。次にメタリック系の塗装、こちらはマフラーはフラットアルミ、ホイールはギラギラなメッキ加工がされていたのでハイター付けにし、メッキを落とした上でクロームシルバーを吹き付けました。インテリアは塗装の前にシートを調整です。前後で2つのパーツを合わせた形状ですので、どうしても合わせ目ができてしまいます。こちらは瞬間接着剤を合わせ目に盛り付け、ヤスリで滑らかになるよう調整。その後サンディブラウンを吹き付けます。今回のインテリアのベースカラーは1色のみで、細かい部分は筆で塗り分けていきます。次に筆を使用した塗り分けです。シルバーから塗装していきます。マフラーやミッションケースにはフラットアルミを塗装。インテリアではこのシルバーがベースとなる箇所がたくさんありますので、そちらにもフラットアルミを使用です。ハンドルのホーン部分やインパネなど塗り分けです。インパネ内のエアコンなどのコンパネ、この部分はセミグロスブラックで塗り分け。下回りの燃料タンクはツヤありブラックで塗装。ハンドルの縁などはガンメタで塗装。ここまでは全てエナメル塗料を使いました。ここから先はエナメル塗料の上に塗装するのでアクリル塗料を使います。各種ランプ部分にはクリアブルーやクリアグリーン、クリアイエローにクリアレッドなど、できるだけ多くのカラーを使い情報量を多くしていきます。シガーソケット部分にもクリアグリーンを入れました。ここからはエナメル塗料に戻りまして、バックル部分にはレッド、ボルト類やメッキパーツ部分にはフォーアーティストマーカーシルバーを塗装。シフトノブにはシフト指示を描いてみました。ホイールのセンターにはガンメタとレッドを入れ、塗り分け完了です。次にデカールの貼り付けです。インパネ内メーター部分はモールドされていましたが、塗り分ける自信がないので各種メーターはデカールを自作しました。デカールの作り方は過去に動画にしてありますので、よろしければご覧ください。インパネ内はスピードメーターにタコメーター、燃料メーターに水温メーター、そして時計をデカールで再現。ボディはエンブレム類をパート1の段階で削り落としてありましたので、そちらに自作したデカールエンブレムを貼り付けていきます。各種メーター部分はレジンを盛り付け、ブラックライトを照射。デカールの保護とクリアケースの再現とします。続いては下回りの組み立てです。塗装は終わりましたし、遮光の調整もないので、あとは組み立てていくのみ。ホイールを組み付けたら
タイヤを取り付けです。タイヤは本物のタイヤのような質感でびっくり。このキットはおそらく40年くらい前のキットですが、こんなにしっかり再現してくれるバンダイには感服いたします。ぜひともまたカープラを作っていただきたいところです。フロントを固定している間にリアもサクッと組み立てます。他にもマフラーを取り付けるなど説明書通りにパーツを組み付けて完了です。最後にインテリアの組み立てです。こちらも塗装は終わっているので組み付けていくのみ。内張りのメッキモールは長谷川のミラーフィニッシュを細かく切り込み貼り付けていきました。モールに沿って貼り付けデザインナイフでカットし余分な部分を除去です。シートはこれまたリアルな作りになっています。シートサイドにステーを組み付けたらシートバックルを取り付けです。シートはモールドもリアルですごく素敵です。フロアカーペットはダイソーのフェルト生地よりブラウンをチョイス。ハサミでカットしセメダインハイグレード模型用接着剤で取り付けです。その後センターコンソールにはシフトパーツにサイドブレーキを取り付け、シートには前後ベルトバックルを取り付けました。そしてフロアパーツに対しシート、ダッシュボードの順で取り付けシャシーに組み付け完了。当時のセリカらしく情報量が多いコックピットを確認したところで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。